こんにちは、鷹の目工作室です。今回はボイラーの銅板を加工するための木型作成の続きになります。材料の不要な部分をコンターで切り落とします。このためコンターのブレードを目の粗いものに交換していきます。材料の種類を前回の動画で加工していたものから変更をしています。変更の理由など詳しくは別動画にしてありますので、画面右上のカードからご覧ください。この材料は前回のものに比べてかなり粘る感じで、ブレードに少し溶着します。切り子の始末には都合が良いのですが、アサリの少ない金属用のブレードとは相性は良くなさそうです。切るのを急ぎすぎてついには食いついてしまいました。ブレードの収束を落として少しずつ切っていくことにします。当て板の直線部分もここで切っておきます。平岡さんの本にはありませんが、この当て板を切り抜いた残りの部分についても後で使えるのではないかと考えています。当て板の曲線部分を糸のこで切り抜いていきます。こちらの刃は木工用のものです。銅板を切るのに比べれば早く切り進めることができます。しかし外側も使うので最後まで一気に切る必要があります。
いよいよ主目的の片板の外形加工に取り掛かります。ジグベースの隅を原点として片板をこのジグベースに取り付けることで加工の座標が決まります。パラレルブロックを片板とジグベースの間に挟むことでエンドミルがジグベースを傷つけるのを防ぐことができます。板厚は 20mm とやや厚めですが、エンドミルの側刃で一度に削ります。大量の切り子が出るので、掃除機で吸い取りながら切削を進めていきます。切削位置はフライス板の目盛りを基準として所定の寸法まで切り進めていきます。最終的にはノギスで寸法を確認して仕上げ削りを行います。銅板を折り曲げる角の部分には R1.5 のフレットを削ります。この部分はインナー R カッターというエンドミルで削ります。ワークの上面と側面が連続的にかつ滑らかにつながるように削るために事前に予行演習を行ってワークの角とカッターとの間隔を確認してあります。ここまででこの部品の側面の加工は終わります。円弧部分はロータリーテーブルを使って切削します。ロータリーテーブルの中心とフライス板主軸の芯を合わせるのにセントライザーを使います。
この手の道具は購入しようと思っても名前がわからず探すのに苦労をします。主軸を低速で回転しながらフライス板のベッドを移動して触れが小さくなる点を探していきます。他の方の動画ではそのようにやっている光景を見かけるのですが、自分でやってみるとなかなかうまくいきません。いろいろ試行錯誤をした結果、主軸を手で回して前後左右4方向のズレを確認しながら調整することになりました。最終的には触れは100分の1程度に収まりました。この時点でフライス板のメモリをリセットしておきます。ジグベースをロータリーテーブルに取り付けていきます。ジグベース上のセンターラインの交点とロータリーテーブルの中心を合わせていきます。フライス板の主軸につけたセンターでレースセンターの尻を支えます。ロータリーテーブルを回しながら触れがなくなるまでジグベースの位置を調整していきます。この作業も根気と体力が必要な作業です。実はこの日はこの作業で力尽きました。ロータリーテーブルの準備が整ったところでいよいよ円弧削りです。移動させるのがフライス板のベッドではなくロータリーテーブルだという点を除けば側面加工と同じ要領です。Y 軸のハンドルは間違えて操作しがちなのでしっかりとロックをしておきます。この円弧はフレットを削る必要がないのでこれで完成です。続いては内荷室の片板です。
曲線と直線のつなぎ目はやはり難しいですね。続いては外加筆跡板です。
続いては演出管板です。最後は喉板です。こちらには側面の加工はありません。
逆に円弧部分にフレットの加工があります。削り上がった状態です。切削にはこの2種類のエンドミルを使いました。1本はこういう、この側面ですね、外形を削るためのもので、アルミ用ということで購入してあったものを使いました。もう1本は、制作過程の途中でもちょっと説明をしていますが、この角のフレットですね、R1.5 のフレットを削るために、インナー R カッターという称するものを、今回このために購入しました。それから素材的にも加工の方法的にも、初体験の要素が多いので、前回、使う予定だったこの WB0801 という、ので横演習をしています。いろいろ失敗をしてますね。これなんか段差がついたり食い込んだりしてかなりひどいことになってますけれども、この本番で使ってるのはサイコウッドエッジというやつですけど、これのちょっともう材料の余裕がなかったので、こちらで失敗しなくて、こっちで散々失敗した結果、本番の材料で失敗しなくてよかったと思っています。さて、本番側の結果ですけれども、この外形ですね、はご覧のように、なんか割と磨いたように少し光沢すらあって非常に滑らかで申し分ありません。それからこのコーナー R ですね、フレットのところもそれぞれみんな綺麗にできていて、表面の状態はもうこちらも申し分ありません。でただこのフレットのところはよくよく見ると、この側面とのつなぎとか、この上面とのつなぎの部分で、少しズレがありますけれども、修正が必要というほどのものではありませんでした。それから、最初から分かってたことなんですけれども、この内加筆用の板やこの外加筆用の板ですね、ちょうどこの円弧とこの直線の交わる部分はやはりちょっとこっちなんか食い込んでますけれども、こっちは少し削りが足りなくってヤスリで削りました。それからこっちもヤスリで修正した跡がありますけども、多少修正が必要だったというところですね。それからもともとの計画ではこれが演出砕いた用の片板ですけれども、これはこの周囲を旋盤で仕上げるつもりだったんですけれども、この材料を削ってみると切り子が、かなりつながって出るのと、エンドミルで削っただけでもかなり滑らかにきれいに出来上がったので、フライス板でこのエンドミルで丸く削って、これで仕上がりとしました。これでやっと、ボイラーの作成、本体の作成のスタートラインに立つことができました。今回の動画で主に作ったのはここと、あとこれまで作ってある WB の、これは演出砕板の当て板と、ボイラードを修正するためのものですね。それから、この辺も
みんな揃って集合写真を撮って、今回は終わりにしたいと思います。入るかな。こんな感じですね。ご視聴ありがとうございました。